はじめまして。今日は面接のテストです。お名前は何ですか？はじめまして。私の名前はジョーン・スミスです。ジョンさんですね。今、どこからオンラインで話していますか？アメリカのニューヨークから話しています。そうですか。ジョンさんは何歳ですか？20歳です。大学生です。趣味は何ですか？私の趣味はアニメを見ることと音楽を聴くことです。いいですね。どんなアニメが好きですか？スポーツのアニメが一番好きです。どうして日本語を勉強していますか？将来、日本で仕事をしたいからです。どんな仕事がしたいですか？コンピューターの仕事がしたいです。ジョンさんは毎日どのくらい日本語を勉強しますか？毎日2時間勉強します。これまでに日本へ行ったことがありますか？いいえ、まだありません。来年行きたいです。日本でどこに行きたいですか？東京と京都に行きたいです。京都でお寺を見たいです。いいですね。日本語の勉強で何が一番難しいですか？漢字がとても難しいです。でも、面白いです。これから日本の学校でたくさん漢字を勉強しましょう。はい、一生懸命頑張ります。では、今日の面接はこれで終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。こんにちは。面接を始めましょう。お名前を教えてください。こんにちは。カルロス・ゴメスです。ブラジルから来ました。カルロスさんは今何歳ですか？25歳です。日本語はどこで勉強しましたか？サンパウロの学校で半年勉強しました。家族は何人ですか？5人です。父と母と兄と弟がいます。どうして日本で働きたいですか？日本の技術を勉強したいからです。それから家族のためにお金をもらいたいです。わかりました。私たちの工場はお弁当を作る工場です。はい、知っています。工場の仕事は立って仕事をします。とても疲れます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。私は体が強いです。それはいいですね。カルロスさんは料理を作るのが好きですか？はい、とても好きです。毎日家族のご飯を作ります。休みの日は何をしますか？友達と買い物に行きます。時々サッカーをします。
工場で働くときは、爪を短く切ってください。はい、わかりました。それから、仕事の時間に携帯電話を使わないでください。何か質問がありますか？毎日何時間働きますか？ 1日8時間働きます。朝8時から夕方5時までです。では、面接は終わりです。結果は後で連絡します。こんにちは。面接に来ましたか？はい、アルバイトの面接に来ました。パク・ミンジュンです。パクさんですね。私は店長の佐藤です。座ってください。失礼します。よろしくお願いします。まず、自己紹介をお願いします。韓国から来ました。パク・ミンジュンです。21歳です。今、日本語学校の学生です。パクさんはコンビニで働いたことがありますか？いいえ、ありません。日本で初めてのアルバイトです。そうですか。韓国でアルバイトをしましたか？はい、レストランでウェーターをしました。いいですね。パクさんは何曜日に働くことができますか？月曜日と水曜日と金曜日です。土曜日と日曜日は働けませんか？日曜日の朝なら働くことができます。何時から何時まで働きたいですか？学校が午後1時に終わりますから、午後3時から夜8時まで働きたいです。わかりました。パクさんの家からこの店までどうやって来ますか？自転車で来ます。15分ぐらいかかります。コンビニの仕事はレジや掃除などたくさんあります。はい、頑張ります。日本語でお客さんとたくさん話しますよ。はい。日本語が上手になりたいですから、たくさん話したいです。お店では大きい声でいらっしゃいませと言ってください。はい、わかりました。いらっしゃいませ。元気でいいですね。では、来週の月曜日に電話をします。ありがとうございました。失礼します。はじめまして。面接を始めましょはじめまして。アリ・アフマドです。インドネシアから来ました。う。アリさん、よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。私はアリです。22歳です。ジャカルタに住んでいます。趣味は映画を見ることです。アリさんは
どうして日本の農業を勉強したいですか？私の家は農家です。日本で新しい野菜の作り方を勉強したいです。どんな野菜が好きですか？トマトとキャベツが好きです。日本の農家の仕事は朝とても早いです。朝5時に起きますよ。はい、大丈夫です。私は毎日朝5時に起きます。夏は外で働きますから、とても暑いです。インドネシアもとても暑いですから問題ありません。トラクターや車を運転することができますか？はい、国で車の免許を取りました。日本語はどうやって勉強しましたか？インターネットを見て勉強しました。一人で勉強しましたか？すごいですね。ありがとうございます。日本に行ったらもっとたくさん勉強します。日本の食べ物は何が好きですか？ラーメンと天ぷらが好きです。そうですか。日本で一緒においしい野菜を作りましょう。はい、とても楽しみです。頑張ります。面接はこれで終わりです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。受験番号10番の方、どうぞ入ってください。失礼します。ワン・タオと申します。よろしくお願いします。座ってください。では、まず自己紹介をお願いします。中国の上海から参りました。ワン・タオです。今は東京日本語学校で勉強しています。ワンさんはどうしてこの専門学校に入りたいんですか？この学校はプログラミングの授業がたくさんあるからです。最新の IT 技術を学びたいんです。これまでにコンピューターについて勉強したことがありますか？はい。高校生の時に少しだけプログラミングを勉強したことがあります。そうですか。学校に入ったら特に何を勉強したいですか？スマートフォンのアプリを作る勉強がしたいです。アプリですか？どんなアプリを作るつもりですか？日本語を勉強している外国人のために漢字を覚えるアプリを作るつもりです。それはとても面白いアイデアですね。ありがとうございます。便利なアプリを作るためにもっと一生懸命勉強しなければなりません。卒業した後の予定はどうですか？日本で働きたいですか？はい。日本の IT 企業に就職したいと思っています。日本の会社で働くなら、もっと日本語を練習した方がいいですよ。はい、わかっています。敬語が難しいので、毎日練習しています。
授業はとても忙しいかもしれませんが、大丈夫ですか？はい。どんなに大変でも、絶対に頑張ります。わかりました。ワンさんの熱意がよく伝わりました。結果は来週手紙でお知らせします。本日は面接の機会をいただき、ありがとうございました。失礼します。こんにちは。面接の担当の鈴木です。よろしくお願いします。こんにちは。レオナルド・ロッシです。よろしくお願いします。レオナルドさん、履歴書を見ました。イタリアから来たんですね。自己紹介をお願いします。はい。イタリアのローマ出身です。日本のアニメが好きで、半年前に日本へ来ました。うちのレストランで働きたい理由は何ですか？このお店のパスタがとても美味しかったからです。お店の雰囲気も好きです。ありがとうございます。飲食店で働いた経験はありますか？はい。イタリアのカフェで2年間アルバイトをしたことがあります。それなら安心ですね。土曜日と日曜日は忙しいんですが、働けますか？はい。週末はいつでも働けます。もし、お客さんが怒ったら、レオナルドさんはどうしますか？まず、お客さんに申し訳ありませんと謝ります。それから店長を呼びます。素晴らしいですね。その対応で大丈夫です。ありがとうございます。接客の仕事が好きなので、笑顔で頑張りたいです。ホールの仕事は、重いお皿をたくさん運ばなければなりません。体力には自信がありますから、問題ないと思います。メニューは全部日本語で書いてありますが、読めますか？漢字はまだ少し難しいですが、家で全部覚えるつもりです。わかりました。では、採用の連絡はメールで送りますね。はい。楽しみに待っています。ありがとうございました。面接室へどうぞ。私はホテルのマネージャーの佐藤です。失礼します。チャンミンと申します。よろしくお願いいたします。チャンさん、まずは自己紹介をお願いできますか？ベトナムのホーチミンから参りました。チャンミンです。今年の4月に日本へ来ました。ホテルの清掃スタッフに応募した理由を教えてください。掃除をして部屋をきれいにするのが好きだからです。丁寧な仕事がしたいです。ベッドメイキングの経験はありますか？
いいえ、ありません。でも、やり方を教えてもらえれば、すぐに覚えるつもりです。ベッドメイキングは時間のルールが厳しいです。一つのお部屋を20分で掃除しなければなりません。20分ですか？少し急がないといけませんね。そうです。慣れるまでは大変かもしれませんが、頑張れますか？はい。決められた時間までに終わるように、一生懸命練習します。ホテルの仕事は朝9時から始まります。遅刻してはいけませんよ。もちろんです。絶対に遅れないようにします。通勤にはどのくらい時間がかかりますか？電車で30分ぐらいです。家から駅までは自転車で行きます。わかりました。何か質問はありますか？制服は貸してもらえますか？はい。会社から制服と靴を支給しますから、安心してください。わかりました。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。こんにちは。本日はシェアハウスの見学と入居の面接ですね。管理人の高橋です。はじめまして、キム・ソジュンです。よろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介をお願いします。韓国から来た留学生のキム・ソジュンです。大学で経済学を専攻しています。どうして一人暮らしではなく、シェアハウスに住みたいと思ったんですか？いろいろな国の人と交流したいからです。それに、一人で住むのは寂しい気がして。確かに、ここには留学生をはじめ、日本人の社会人もたくさん住んでいますよ。それは魅力的ですね。休みの日に料理を作り合ったりもするんでしょうか？ええ、ただ、共同生活なのでルールがあります。掃除は当番制になっていますが、守れますか？はい。掃除や片付けは得意な方なので、きちんと担当できます。もし、他の住人と生活のペースが合わずにトラブルになりそうな時はどうしますか？感情的にならずに、まずは相手の意見をしっかり聞くようにします。素晴らしいですね。文化の違いから誤解が生じがちですが、話し合いが必要不可欠ですからね。はい。お互いの文化について理解し合う努力が大切だと思います。キムさんならみんなとうまくやっていけそうですね。何か心配なことはありますか？共用のキッチンを使った後のルールについて詳しく教えていただけますか？使った後は必ず自分で食器を洗って拭き、元の場所に戻すルールになっています。わかりました。基本的なマナーさえ守れば大丈夫そうですね。その通りです。審査の結果については明日メールでお知らせしますね。承知いたしました。本日はお忙しい中、ありがとうございました。本日はよろしくお願いいたします。株式会社未来
人事の田中です。マイケル・ブラウンと申します。よろしくお願いいたします。まずは、簡単に自己紹介と志望動機をお願いできますか？アメリカ出身のマイケルです。日本の大学で経営学を学びました。御社のグローバルな事業展開に魅力を感じ、応募いたしました。マイケルさんは、学生時代にどんなことに力を入れていましたか？英語を教えるアルバイトに力を入れていました。その経験を通して、相手に合わせて伝える力を養うことができました。なるほど。では、ご自身の長所と短所について教えてください。長所は責任感が強いところです。反面、短所は時々一人で仕事を抱え込んでしまうことです。その短所に対して、どのようにお考えですか？最近は問題が起こる前に早めに周りの人に相談するように心がけています。それは大事なことですね。今回は営業アシスタントの募集ですが、パソコンのスキルはどうですか？ワードやエクセルを使った資料作成は問題なく行います。営業のサポートは、急ぎの仕事を頼まれることも多いですが、柔軟に対応できますか？はい、優先順位を考えながら臨機応変に対応する自信があります。日本の会社特有のビジネスマナーについて不安な点はありますか？電話応対での敬語の使い方にはまだ課題があると思いますので、入社までに勉強しておくべきだと思っています。向上心があって素晴らしいですね。入社後は先輩がしっかり教えますので安心してください。ありがとうございます。早く御社に貢献できるよう精一杯努めます。面接は以上となります。本日はありがとうございました。貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。グローバル商事の人事部、高橋です。本日は足を運んでいただき、ありがとうございます。本日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。林シャオと申します。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、林さんのこれまでのご経歴と、今回の転職理由をお聞かせいただけますか？はい。前職では約5年間、海外営業として東南アジア市場の開拓に従事しておりました。素晴らしい実績ですね。順調だったにもかかわらず、なぜ退職を決意されたのでしょうか？前職の環境には感謝しておりますが、より大きな規模のプロジェクトに携わりたいと強く感じるようになったためです。なるほど。数ある企業の中から弊社を選んでいただいた理由は何でしょうか？
御社の新規事業に対する積極的な姿勢に深く共感したからです。私の語学力と交渉力を最大限に活かせると確信しております。営業の仕事は、クライアントの要望に応える反面、社内調整の苦労も絶えないと思いますが、どのようにお考えですか？おっしゃる通りです。時には厳しい条件を飲まざるを得ない場面もありますが、常にウィンウィンの関係を模索するよう努めてまいりました。過去に経験した大きな失敗と、そこから学んだことについて教えていただけますか？以前、私の確認不足が原因で、納品に遅れが生じかねない事態を招いてしまったことがございます。その時はどのように対処されたんですか？直ちに状況を上司に報告し、関係各所に頭を下げて回ることで、なんとか納期に間に合わせることができました。ピンチの際の迅速な対応力は、弊社でも大いに役立ちそうですね。ありがとうございます。その経験以来、事前の進捗管理を徹底するよう肝に銘じております。頼もしいお言葉ですね。最後に、何か弊社について質問はございますか？もしご縁があって入社できた場合、最初の半年間で私に期待される役割について教えていただけますでしょうか。まずは既存顧客の引き継ぎを通して、弊社の商材に親しんでいただく予定です。承知いたしました。即戦力として貢献できるよう、事前準備を怠らない所存です。本日は有意義なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。結果は追ってご連絡いたします。こちらこそ、お忙しい中ありがとうございました。失礼いたします。レベルアップ